皆さんこんにちは。こんにちは。ロケットを作ってニヤニヤするだけのゲーム、カーバルスペースプログラム2。変なところに緑くん乗せて喜んでます。タイトルとかサムネで何作るか分かっちゃってると思うけど、今日もやっちゃいますよ。何作るん？スタートレックに出てくる有名な宇宙船、カーク船長が指揮するエンタープライズを作りたい。スタートレックシリーズ来た。エンタープライズシリーズごとに機体が微妙に違うんだけど、今回作るのは一番有名な NCC1701 というモデル。もちろん数年前からエンタープライズ作ってほしいってリクエスト山のように来てるね。リクエストありがとな。じゃあやっていっちゃおっか。エンタープライズの全長は288メートルあって組み立て棟に収まりきらない。仕方ないから今回は1/2の1サイズ全長144メートルを目安に作ろうかな。最初に作るのはこの円盤、コックピットとかある部分だよね。1/2の1サイズだとここの直径が約64メートルある。すでにかなりでかい。もちろんそんな巨大なパーツ存在しないから翼伸ばして作るしかない。エア空気抵抗とか大丈夫なんか？これしか方法ないんだって。ヤバタニエンの予感。28枚くらい使ってます。この部分は UFO みたいに傾斜してるから傾ける。お椀型の正面構造完成。これをコピー、前後左右の向きに注意して下側にくっつける。綺麗に反転させることで傾斜した面で変な揚力かかっても下側の面で打ち消せるようになるはず。実質上下の面の揚力はゼロってことやな。宇宙船やから関係ないけど。中央のぷっくり盛り上がってる多分環境に当たる部分はフェアリングパーツで作る。形状が3段階くらいに変化してたからもちろん綺麗に造形。後から色分けもしたいから別パーツで作る。上側できた。ちょっと見えにくいけど下側は富士山みたいに綺麗な山形だったからサクッと造形。特徴的な円盤構造できた。直径60メートル、ちょっと小さくなっちゃったけどまあいいよね。じゃあ次は下側作ってくよ。ここの部分やな。円盤部分と下側の船体部分つなげるのはもちろん翼パーツ。ここのところめちゃくちゃ折れやすいと思うからガチガチに固定してあります。なるべく軽くパーツ数も削減したいから無理やり伸ばす。骨組みができたら構造はフェアリングパーツで作る。ここは1/2の1サイズで直径15メートル。作品だと30メートルあるから10階建てビルが丸々収まる感じ。ちなみに全長は1/2の1サイズで52メートルもある。エンタープライズ宇宙船やから形状おかしくても問題なしや。大気圏内飛べる設定あるんだから飛ばすに決まってるじゃん。絶対無理なことやめれ。はい、ということで後から修正してるけど一応胴体部分も完成。前方のレーダーみたいなアンテナもフェアリングで作っておきましたよ。次にめちゃ巨大なエンジンをつなぐアーム。ここもめちゃくちゃ折れやすい構造。細くて長い先端に巨大なエンジンある。作ってみるとかなり長い。全長はなんと1/2の1サイズで77メートル。50メートルプールよりでかい。直径は前側が太くて 8.2 メートル、後ろ側は 6.7 メートルくらい。先端は見た目に変化があって色分けもしたいから別パーツ。魚雷みたいな形状だけど綺麗にできた。エンジンは中サイズで最も強力なのを4機搭載しておこうか。ちなみにこれで離陸できるパワーあるのかはわからん。わかっとけ。ギチギチなのに無理やりねじ込んだら5機にできちゃった。重くて折れるか飛べんかぶっ飛んでくかどれかや。見た目に変化入れたいのと機体安定させる目的で翼パーツこっそりねじ込む。できたらさっきのめちゃ細いアームの先端に取り付けるでしょ。参考画像を見ながら極力同じ位置に合わせる。これ前側の円盤より高い位置にあるんか。一番重そうなパーツは一番高い位置にあると。仮に下の胴体がめちゃ重たかったら円盤とエンジンで釣り合う設定なのかもしれん。それだと重心が中央に来ちゃうからエンジンの推力でくるくる回転しちゃうんだって。どう考えても無理な位置にエンジンあるやろ。じゃあ仕上げに宇宙戦艦出したいからライトで的を表現。塗装はアメリカ空軍の戦闘機みたいに青みがかった灰色に、宇宙だから黒がいいと思うんだけど映えないからこの色にしたのかな。確かに戦闘艦の割に目立つ色しとるなぞ。パーツ分けしたところは別の色で塗装だね。はい、ということでこちらが完成したカーバルスペースプログラム通算1/2の1エンタープライズ。全長134メートル、幅60.5メートル。燃料込みの重量670トン、使用したパーツ数は636個。その1/3くらいはパーツ同士の接続を強化するストラットかな。
作るのにかかった時間は約7時間となってます。だいたいこのくらいが平均なってきとるで。そして超有名機のパイロット視聴者さんはこちら。いつもスパチャありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録者10万人到達したらこれ行く予定なので旅費にさせてもらいますね。誰かさん一人で行けるのか。電車とバスの乗り方がよくわかってない。内部は簡単だけどコックピット作ってみた。せっかくエンタープライズ作ったんだから視聴者さんクルーも登場。皆さんスパチャありがとうございます。美味しいの食べたいけど小さい個人のお店に入れない。くさ。じゃあ打ち上げやっちゃおっか。斜め発射来た。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、ゲームロード中。やばい機体だとロード中にもう爆発してることあるからね。まさかの無事や。当たり前じゃん、ストラットで固定しまくったんだから。ちょい。何？待って爆発してるじゃん。コックピット大爆発した。なんかおかしい。いつもおかしい。頑張って作って壊れるのちょっとショックってわかる？突き込んで破壊しに行くのが何言ってんねん。バレちまった。バレバレや。エンジンアームの部分も壊れちゃってる。もしかしたら接続強度全く足りてない可能性。待てこれどこや。メシベみたいなアンテナの先っちょに決まってるじゃん。顔色ゾンビなっとるやん。笑ったなどという緑の親玉。安心してどこかから放り投げられた視聴者さん無事だから。いやどこや。いつも思うんだけどエンジンパワー弱いんだって。気合入ってんの気合。無駄に近づくな。見た感じ故障箇所がない。ということは再点火できるはず。ファイヤー。消えた。ファイヤー。消えた。これが断地妻の叫びってやつですね。だから断末魔や断末魔。つけたり消したりすんな。真っ赤っか。はい、そのまま再打ち上げ、試験2回目。構造がダメなら壊れちゃうはず。いけてるー。やっぱりズンちゃんの設計はどこも間違っていなかった。さすが東北一の天才設計士、東北ズンコ。どこいじくり回したんや。先っちょ乗りたがり、移りたがりの視聴者さん準備オッケー？なんでも言葉に図を入れんな。オッケーって声聞こえてくるー。知らないけど、むちゃくちゃや。あれ？円盤のところ、翼パタパタしちゃってる。まあ、えっか。謎の動力、正常。というかこれどうやって動かすんや。水力変更もあるし内部にスラスター埋め込んである。いけるはず。RCS、スラスターオン。出力 15%。エンジン点火。エンジン点火成功。出力アップ。ちょい。エンジン強制停止した。先端の円盤もげとるやん。エンジンのブレというか振動で接続荒れちゃってる。こんな振動で折れるとか全然ダメやん。全く強度足らない。これはダメだな。パッカーン。めちゃ頑丈なフェアリングに包まれてるから操縦クルーはもちろん無事。壊れたのは胴体と円盤つなぐ首みたいな部分や。エンジンは生きてる。せっかくだから試験だけしてみる。出力アップ。今変な音した。エンジンアームも壊れてる。ということは接続パーツ全部ダメじゃん。これはオプションで壊れん設定入れんとダメなやつやん。かなりしっかり固定パーツ入れたのに全く強度足りてない。ほとんど水力上げとらんのに壊れとるからな。そもそも接続が弱すぎるんだってこのゲーム。はい、戻ってきたで。これ以上接続パーツ入れると動作重たくなっちゃうから却下。仕方ないから今回も接続が壊れないように設定。ついでに重心とか空力のバランスも見ておくけど、前重心って結構いい位置にあると思う。黄色が質量の中心、青が空力の中心や。そんなこと言ってもまたやり直しする羽目なりそうだから胴体部分に翼埋め込んでおく。さらに機体後方には強力なグリッドフィンと水平垂直尾翼も搭載。インチキやインチキ。これで外側から見えないけど飛行機みたいになってるはず。でも翼は明らかに小さい。はい、破壊試験3回目。破壊じゃないって離陸試験離陸試験。赤いやつ来た。プルプルバグ来てるー。行くしかない。エンジン点火。どういう判断や。
壊れない設定なのに限界超えて壊れてる。もう何もできま破壊神東北ずんこ。せん。すごいでしょ？限界超えれるんだよこのゲーム。めちゃくちゃや。このプルプルバグ、激しい時は先端速度速すぎて熱で壊れることもある。普通に自己破壊バグやん。さあみんなも今日から限界超えていこう。限界超えれなかったのは6人中4人。あのグラインダー状態で残っとる方がおかしいわ。次は頑張ろうね。何をや。ちなみに今回の飛行距離約300メートル。後ろに飛ばされとるマイナス300メートルやん。笑ったはい、なぜかバグ続発したから PC 再起動してきた。ずんこの再起動方法も教えてください。よーしいける。多分エンジン点火したくらいでは壊れないはず。では行きます。エンジン点火エンジン出力 12%。ゆっくり上げてくよー。50%。出力 85%。いけるいける。接続解除、エンタープライズ発進。ずんこ製エンタープライズ離陸開始。よし、この水力でもいける。離陸成功。ちょっといいかな？さっさと機種下げる。機種下がんない。この機体前重心やろ。やばいほど機種上げなってる。しかも全然速度出てないのにどういうこと？垂直上昇しとる。機種上げ止まった。多分速度出始めたことで埋め込んだ翼の動力効いてるんだと思う。戻ってきた戻ってきた。ずんちゃんの翼埋め込みナイス階層で戻すことに成功。まあこうなることくらい想定通りなんだって。嘘つけ、めちゃくちゃ焦ってたやろ。興奮して汗かいちゃった。また機種上がっとるで。ちょっといいかな？さっさと戻せ、1回転する。全く舵が利かん。鬼のような絵に描きながらループしとる。どういうこと？というかこの異常の機種上げの原因はわからん。翼は全部水平に埋め込んだ。グリッドフィンも正常に動作してるし、パーツ斜めってつけたミスもないはず。完全に失速しとるで。エンタープライズでフルビットしちゃった。これさっき見た中心付近を軸に回転しとるで。怪しいのは先端の円盤構造、もしくは後ろのめちゃ重いエンジン。先端の円盤は上下対、完全に力打ち消すようにつけたから問題ないはず。まあでもこの動きは翼で作った円盤構造やろな。形状変えることできないからどうしようもないんだけど。墜落する。やっぱり明らかに先端風受けてる。これをどうやって普通に飛ばすかや。とりあえず前の円盤に翼埋め込んでやばい機種上げを抑える案でやってみる。ここからは対症療法や。だから翼の動力飛び出とるやん。やっちまった。まあいっか。まあ一家精神でここまでやってきたで。じゃあ行くよ。エンジン燃焼開始。このサイズが当たり前になってきとるけどめちゃくちゃでかい。飛べたとしても劣悪な機動性が待ってる可能性。接続解除発射。エンタープライズ離陸試験3回目開始。次はどうか。いや全然変わってない。全く同じ。男の子がブルマみたいに大好きなカナードを埋め込んだけど機種上げ抑え込めてない。何言ってんねん。もうちょっと変化あるかな思ったけど全くない。砕けるように円盤破損。想像以上に厄介者の可能性。ずんちゃんは思った。なんや。反転して作った円盤、もしかしたら反転できてなかった可能性。上向きの力を抑え込むんじゃなくて逆に強くしてる可能性ある。ということで再び反転して作り直したで。次は目印立てて確実に反転してるように確認済み。多分4回目か5回目の試験。全く変わっとらん。どういうこと？というかこれ飛行機の形状してないから直感は働かない。ほぼ同じ感じで再び墜落。めちゃ頑丈なコックピットは1回も壊れてない。さすが安心安全のずんちゃん製。これね、多分前を調整しても機種上げ止まんない。ということで長いエンジン部分。ここに機種上げを強制的に抑え込む斜めに傾けた翼を入れる案でいく。今までも稀にやってるやつ。こういう感じに埋め込むことで後ろを持ち上げて前を沈み込ませる案。そろそろ言ってくれないと策が尽きちゃう。機体作り終わってもう何時間も調整やってます。エンタープライズ発射。ちなみにエンジンを改装してて大サイズを片側1個、小サイズを6個つけてる。
まっすぐ飛べとる。めちゃくちゃ低速で離陸できてる。初めてまともに行けちゃった。ということはやっぱり前の円盤がめちゃ機種上げさせとったということや。ついでつけても意味ないこと分かっちゃった。ちょっと待ったー。機種戻せ。なぜか機種上げできない。なんかおかしい。おかしいのはいつもやいつも。いつもおかしい。ちょい。やだ、飛び出した視聴者さん滑走路でデッドヒートしちゃってるじゃん。まん丸だから止まる術がない。20秒くらいコロコロ。止まった。墜落現場から 1km くらい離れてるんだけど、ニコニコしながら言うな。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、後ろに埋め込んだ翼の角度をもうちょっとゆるゆるにしてみた。これでどうなるかや。エンジン燃焼開始。接続解除発射。エンタープライズ何回目かわからない離陸開始。エンジン部分も結構グラグラに動いてるから注意。急にスロットル上げると最悪の場合取れる可能性ある。次はどうや。自然に機種下げ入ってるけど問題ない。修正できる。いけてるいけてる。エンタープライズ大気圏内飛行成功。多分カーバルスペースプログラムシリーズの中でもこの大きさ作って飛ばしてるのかなり珍しいと思う。2分の1やで2分の1。しかも安定した状態で飛べてる。さすがずんちゃん賢いかわいい。いや思いっきり機種下げ入っとる。緊急回避。何やってんねん。何もやってないって急に不安定になった。カーク船長こんな機体操ってたのか。このモデルがポンコツなだけや。再び安定した。もう墜落しとけ。ずんちゃんの予想だと速度とかで急に機種上げか機種下げし続けるようになるから注意。誰かさんが作るめちゃくちゃ不安定な機体の特徴やん。これ飛行機じゃないんだって。そもそもロケット作るゲームでエンタープライズ作る方がおかしい。今さら何言ってんねん。じゃあ簡単に飛行試験して宇宙行くよ。現在の高度 2800m、飛行速度時速 550km くらいや。ゆっくり左旋回開始。ゆっくりしていってね。やばいやばいやばい。だから何やってんねん。急に機種下げ入るんだって。急やで急。無駄に高い飛行スキルで姿勢取り戻す。見て見て見て、旋回できてる。皆さんエンジンノズル注目や。必死に制御不能ならんように操縦してます。余計なこと言わなくていいんだって。旋回できてるように見えればそれで OK。この機体、大気圏内で飛ばすにはあまりに不安定すぎる。10段階評価だとそもそも評価することができない。気を抜くと致命的な前編始まっちゃう。来た。これ入っちゃうんだって。しばらく飛行してるとどのタイミングで入っちゃうかなんとなくわかるようになってきた。まともに旋回できとる。全長 100m オーバーの機体でここまでできれば完璧でしょ。しかもちゃんとした翼はほとんど入ってねえ。おお、ええ感じやん。めちゃくちゃステージ忙しいけどイケてる。キーボード操縦でこの飛行スキルバトルフィールド1942で鍛えられただけはある。みんな OK？ もうエンタープライズで飛ぶところ見れないよ。多分円盤のところもっとサイズ小さくしてフェアリングパーツで作ればめちゃ綺麗に飛べたやろな。男の子は大きいの作れないと喜ばないんだって。ちょやばい。じゃあ尺長くなっちゃうから宇宙行っちゃうよ。今のごまかすな。上昇するだけなら比較的安定してる。と思ったらそんなことねえ。むちゃくちゃや。ゆっくりだましだまし高度 80km 到達。高処理リアクションホイール追加で埋め込んだのは内緒。みんな宇宙行くとどういうことなのか想像ついたと思うけどそのまま重心の上にエンジンあって水力かかってるから機種下げになっちゃう。常にスラスター点火してリアクションホイールとエンジンの水力変更で水平保たないと回転しちゃう。ここに重心あるのがダメってことやな。重心をまっすぐ後ろから押す配置じゃないと機体曲がっていっちゃう。あえて高い位置にエンジンあるのは何らかの理由があるんだと思う。ずんちゃんスタートレックほとんど見たことないからわかんないけど一応宇宙空間でグリグリ動かしてみた。さっき言ったようにやっぱりエンジンが高いところについてるから機種下げ気味になっちゃうね。でもエンジンは離れた位置についてることもあって姿勢変更はしやすい。フラフラしてまうのは構造の歪みとかも原因なっとるで。ここまで動かしちゃうと中に乗ってる人天井にぶつかっちゃうとかそういうのはなし。
よーしみんな OK かな？無理にフルパワー出さんどけば普通にまっすぐ飛行できそうや。じゃあいつもやってる恒例の宇宙遊泳。これね想像以上にでかいからね。130メートルや130メートル。スペースシャトルが37メートルだから円盤の半分からちょっと大きいくらいのサイズ。このエンジンは70メートルあるから半分くらいだね。過去打ち上げた中でもかなり巨大な機体や。じゃあ次やりたいから中に戻ろっか。フェアリングで覆われて本当は中に戻れないんだけど。そんな時はコックピットに搭載したはしごを伸ばす。機体の外まで伸びとる。これに捕まって降りれば内部に入れちゃいます。なんか裏技みたいなバグみたいな感じやけど便利パーツや。ね、いけたでしょ？内部のパーツ間移動したりもできるから色々使えるね。このままトンボ返りしても面白くない？宇宙をテーマにした機体作れたんだから火星を模したドゥナ行っちゃおっか。久しぶりにドゥナ来た。じゃあとりあえず地球というかこの惑星の重力圏の外側に出るよ。何回か軌道変更したけどめちゃ機体がブレブレしちゃってやりにくい。やっぱりエンジン位置の問題やな。はい、一路お隣の天体に向けてこの惑星を離れる。あとはドゥナに接近する軌道を作ると。ずんこ全く慣れてなくて10分くらいこれやっとったで。尺長くなるから全部カット。何回かやり直したけど無事に到着しちゃった。昔 F10 を作ってドゥナ送り込んで飛ばした以来や。火星を模した条件下で飛ばせるのか試したってやつ。よーし、オッケーオッケー。ブレーキかけて円軌道に入れるように軌道修正。ドゥナの高度 240km から 310km の楕円軌道に投入成功。じゃあここから何をするのか。もう終わっとけ。ずんちゃんは思った。大気が濃い地球環境でうまく飛ばせないなら火星のような薄い大気だと逆に綺麗に飛べるんじゃないかと。いや無理やろ。地表付近の大気圧は非常に低い。地球でいうと高高度や宇宙に近いから多分いけるはず。減速開始。やると言ったら期間。現在の高度約 40km、高加速度時速約 3300km や。結構低高度から降下してきたから速度が出てない。計算通りやで。多分ルナの大気圏には入っとる。機種上げか機種下げどちらで行こうか迷ったけど機種下げで行くことに。多分こっちの方が制御しやすいというかくるくる回転しないでいけると思う。どこか加熱しとる。アンテナの横につけた装飾パーツっぽい。熱で消えたけどこのくらいなら全く問題ない。降下を続ける。続ける選択肢しか残っとらん。ちょっと待った。機種上げ始まっとる。やばいやばい。エンジンパワーで戻す。あかん。やっちまった。あれや、速度あるから空気薄くても力加わってまうやつ。そこまで考えが及ばなかった。次は機種下げの回転始まっとる。しかも止められない。回転が速すぎる。次はフラットスピンや。救いなのは熱で壊れたのはさっきのパーツだけ。他は全部効いてる。エンジンで姿勢制御すれば止めれるけどなぜか回転始まっちゃう。カービン環境とまるで安定性が違うんだけど。当たり前や。冷静に考えれば空気薄いからこっそり埋め込んだ動力が効きづらい。でも重力はあるからリアクションホイールとかスラスターの動きが制限されちゃってると。高度約 500m。結局一度も安定することなく地表まで来ちまった。このまま不時着するしかない。車輪ないやろ。最初からこっそり搭載してるに決まってるじゃん。常に一歩二歩先を行くずんちゃん。減速開始。ルナは重力がかなり小さい。多分機体形状を保って不時着いける。間もなく不時着。速度速すぎる。普通に墜落でくさ。大爆発しとる。惑星カービンだと機体形状結構保ててたのに。そして重力が弱いから飛び上がる。バラバラなったパーツの挙動がまるで違う。そう、前もあったけど広範囲に飛び散っちゃうんだよね。いろいろ思い出しちゃった。高度 100m くらいまで飛び上がって墜落。半分くらいかけちゃったけどやっぱりコックピットは無事だった。無駄に頑丈すぎるフェアリングパーツ。地表行くぞおう火星っぽい。ひゃっはー。どこの世紀末や。めちゃくちゃジャンプできちゃった。ズンダイスカンダル地表に到着。火星に墜落したサーシャイスカンダルちゃう。どちらかといえばガミラス側や。
はい、ということで今日はこのくらいで我慢しておこうかな。上手に機体作れた次第満足。面白かったらチャンネル登録もポチしていってくださいね。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。